みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気に出発なのだ。今日ずんだもんがみんなに紹介するのは、アフリカ大陸の西海岸にある、リベリア、なのだ。実は、このリベリア、みんなが使うガソリンを運んでくる巨大なタンカー、その多くがリベリアの旗を掲げて航海してるって知ってたのだ。そう、リベリアは世界トップクラスの戦績大国、なんだって、なんだかロマンがあるのだ。そんなリベリアに関するニュースを今日は全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。リベリア外務副大臣、重大な職務命令違反の疑いで停職後辞任。という、ちょっと波乱な記事なのだ。リベリアの外務省で国際機関担当次官補だった方が、なんと、とてもひどい反抗的な態度が原因でお仕事を停止されて、そのまま辞任しちゃったそうなのだ。一体何があったのか、そしてこの騒動はどうなったのか、ずんだもんも気になるのだ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録、ぜひお願いするのだ。さあ、みんなで一緒に、リベリアの今を見ていくのだ。西アフリカ、大西洋に面したリベリアをご紹介するのだ。首都はモンロビアなのだ。この国は、アメリカの解放奴隷たちが故郷として1847年に建国したアフリカ初の独立国というユニークな歴史を持つ共和制国家なのだ。人口はおよそ500万人ほどで、多様な民族が暮らしているのだ。主要産業は、肥沃な土地を生かしたゴムやコーヒー、ココアなどの農業と、鉄鉱石やダイヤモンドの鉱業なのだ。長年の内戦を乗り越え、現在は経済の復興と貧困問題の解決に力を注いでいるのだ。豊かな自然と歴史、そして未来への希望に満ちた魅力あふれる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。リベリア、ガフ案財務省 CAC 報告の誤解釈、お中小戦術と一周。CDC は1億1500万ドルの使途不明金を主張し反撃。という記事なのだ。リベリアのガフ案財務大臣が会計検査院 CAC の監査報告で指摘された公的財政管理の不備に対し誤解釈だと反論したのだ。280万ドルの未文書化支出は文書化の問題詐欺ではないと説明したのだ。前政権の監査結果より改善したと主張し、反汚職委員会に両年の調査を求めているのだ。これに対し、野党 CDC は監査報告を詳細に分析し、未説明の調整金や裏付けのない支出などから、合計で1億1500万ドルもの使途不明金がある可能性を指摘し、大臣を厳しく批判しているのだ。大臣は、物価上昇や失業など国内経済の悪化でも厳しい目にさらされているのだ。また、リベリア大学 UL への資金供給をめぐっても対立があるのだ。UL 側は緊急資金を求めるが、大臣は大学の予算は全額支出済みで、追加要求は予算外だと反論しているのだ。大臣は問題の多くは自身の就任前のもので、2025年末までに電子文書管理システムを導入して改善すると述べているのだ。二つ目のニュースなのだ。リベリア、アップ2023年ブロードストリート集会悲劇、容疑者に司法の手、殺人裁判は火曜開始、という記事なのだ。リベリアで2023年のアップ、統一党の選挙祝賀集会で SUV が群衆に突っ込み、3人が亡くなり、約30人が負傷した悲しい事件があったのだ。この事件の容疑者、ローレンス・ケイ・ウィリアムズ氏の殺人裁判が、いよいよ火曜日に始まるのだ。検察は、ウィリアムズ氏が事前に計画して車両で大量殺人を犯したと主張し、殺人、過重暴行、殺人未遂の3つの罪で起訴したのだ。2023年11月20日の夜、モンロビアのアップ本部前で勝利を喜ぶ人々の群れに、ウィリアムズ氏はヘッドライトを消した SUV で30分間を潜伏した後、突然突入したのだ。この恐ろしい突入で、ピーター・グレイ
さん、丸山、黒間さん、バーニー、スレイマンさんが命を落とし、29人もの人が大怪我をしたのだ。ウィリアムズ氏は犯行後、車を捨ててバイクで逃走したけど、目撃情報や監視カメラの映像のおかげで数日後に逮捕されたのだ。被害者の中には、手足の機能が失われたり、長期のリハビリが必要な人もいるのだ。政治的な動機が指摘されているこの事件で、リベリアの司法が公正な判断を下せるか、みんなが注目しているのだ。裁判は9月9日火曜日の午前10時から行われるのだ。3つ目のニュースなのだ。リベリア外務副大臣、重大な職務命令違反の疑いで停職後辞任という記事なのだ。リベリアの外務省で国際機関担当次官補だったカリス・テルハム・ラードさんがお仕事を停止された後に辞任したのだ。これは月曜日のことなのだ。外務大臣のサラ・レイソロー・ニャンティさんからのメモによると、彼女は9月3日に大統領府からお仕事ストップを命じられていたのだ。その理由については、外務省の外交文化に合わない行動とてもひどい反抗的な態度が挙げられているのだ。関係者のお話では、国連常駐代表部の偉い人に失礼な態度をとってしまった出来事が、お仕事停止、そして今回の辞任につながったそうなのだ。ニャンティ大臣は、ダニエル・コイコイさんを臨時代理に指名して、みんなに協力をお願いしたのだ。そして、ボアカイ大統領も、テルハム・ラードさんの辞任をちゃんと受け入れたのだ。これで、リベリアの外交官をめぐるこの騒動は、ひとまず終わりになるのだ。リベリアはユニークな歴史と豊かな自然を持つ国なのだ。汚職や政治的な事件など課題もあるけど、それらを乗り越え、より良い未来を目指して努力しているのだ。困難を乗り越えようとするリベリアの姿に、スンダモンはエールを送るのだ。引き続き注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。